おはようございます。たかしです。それでは月曜日からのポンド円とドル円の相場の見通しをやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。今週はポンド円強く上昇してきました。この上昇ですね。で、GMMA の青帯を上抜けてきたんです。今までは基本的にこういう下落トレンドを作ってまして、そこに対する現在は調整の上昇中。そこからこういうまだ下落に向かうのかというところなんですが、金曜日の上昇で GMMA を超えてきましたので、ここからのこういう動きも想定しておきたいです。もちろん今までもこういう風に超えてくる GMMA を超えてもそこから再びこういう風に大きく下落していくっていう動きがあったので、今回も GMMA を超えてもこういう大きな下落の可能性はあるんですが、今 GMMA を上抜けてきたっていうことは、こういう動きですね。この動きも想定しておく必要がありますので、ここからの動き注目です。ただし直近では今ストキャスティクス高値圏ですよね。ですので、やはり今までのこういう動きですね。こういう風に高値をつけて下落するという、その動きは一旦は想定しておきたい。この動きで、ここから折り返していくのか、それとも GMMA でサポートされて上昇していくのかっていうところを見ておくといいと思います。では4時間足です。4時間足、今週はじりじりと上昇してきましたね。ちょっとわかりにくい動きだったんですが、じりじりとこう上がってきたという、そういう感じの印象を受けます。基本的にこのじり高っていうのはこのまま継続していく可能性がありますよね。今こういう動き方をしてますので、こういう動きが継続していくかもしれないというところを見ておいてください。直近ではこれ今までずっと意識されてきたゾーンっていうのがここにこういう風なゾーンがありまして、そこを今週金曜日ですね、木曜日から金曜日にかけて上抜けてきたというところですので、ここからの動き方は一度押しをつけてからのこういう上昇をイメージしておいてください。その押しをつけるタイミングですね、先ほど日足ではこういう動きも想定しておきましょうという風に言いましたので、ですので、ここからこう下落ですね。この下落がこのまま GMMA を突き抜けて下落していくのか、それとも GMMA でサポートされて上昇していくのかっていうところを見ておきたいので、まずは週明け一旦の下落を待ってください。先ほど日足もストキャスティクス高値圏でしたし、4時間足も高値圏なので、一度こう週明けはここからの下落を待って、その下落が GMMA で下げ止まって上昇できるのか、それとも GMMA を下抜けるのかっていうところ、このポイントですね。そこが重要になっていきます。では1時間足です。1時間足先ほど4時間足で見たようにこういう風に上昇トレンドを作ってきているんですね。ですのでここから一旦の下落を待って次の上昇の流れに乗っていくという考え方ですね。この辺オレンジの水平線190円付近、そして 189.5 円付近っていうのは意識されてきますので、そこからの反発をイメージしておいてください。そしてこのまま上昇していった場合ですね、すぐ上に 192.3 というこのオレンジのラインがありますので、その辺は今度逆の意識がされますので、そこからの一旦の反発下落っていうところも見ておいていいと思います。192.3 を上抜けてくると、今度は193円のミドルぐらいまでの上昇が考えられますので、その辺の流れに乗っていけばいいのかなと思います。基本的に今1時間足はこういう上昇トレンド中ですので、この上昇の流れに乗っていくという考え方を持っておいてください。ではドル円を見ていきましょう。ドル円はずっと下落トレンド中っていう話をしてましたね。強く下落してきて、現在はその調整の上昇中、そこからのこういう再下落をイメージしておいてください。ですので、この調整の上昇がどこまで続くのかですが、ストキャスティクスはそろそろ高値圏ですので、このあたりからこう折り返していくということも考えられますし、GMMA の青帯との乖離がありますので、もうちょっと上昇するかもしれない。145円から146円ぐらいまで上昇する余地もあるっていうところは覚えておくといいと思います。では4時間足です。日足はずっと下落だったんですが、4時間足を見てみるとちょっと雰囲気が変わってきました。GMMA の青帯で今まで上値を抑えられていたものが、今週は GMMA を上抜けてきたんですね。そしてそこに今サポートされて上昇するのかっていうところにありますので、ここから上昇していけるのかどうかに注目です。もちろんこのまま上昇できずに上昇すると見せかけて、こういう下落の仕方をすることもあるので、そこはご注意ください。まずは GMMA でサポートされて、この先も上昇していけるのか。今週は木曜日に一旦サポートされてますので、このままの動きですと、こういう動きが想定されますので、ストキャスティクスは高値圏。なので、一旦の下落を待ってから次の上昇のタイミングを狙っていくといいと思います。では1時間足です。1時間足も綺麗な上昇トレンドを作ってきてますよね。GMMA でサポートされて上昇という結構エントリーとしては分かりやすい動きをしているのかなと思います。ですのでこのあたりですよね。この今赤丸をつけたこのあたりのエントリーが今週は可能だったのかなと。そこから木曜日から金曜日にかけてちょっとじわじわと上昇してきているところですが、直上にはすぐオレンジの水平線 144.2 というのがありますので、週明けは一旦下落を待ってから次の上昇に乗っていくという GMMA で今まで
サポートされてきたので、今回もこのあたりでのエントリーが考えられます。もちろんこのまま上抜けていく、突き抜けていくということも考えられますので、その場合はこのラインですね、144.2 付近を上抜けてからの上昇についていくのがいいと思います。もし下落してきた場合は木曜日の安値、このあたり、142.2 付近が意識されてくると思いますので、その辺からの上昇イメージ。もちろん下落方向を狙う場合は、金曜日の高値付近からの下落とか、もう一つ上145円付近からの下落っていうところがイメージできると思います。それでは本日は以上です。現在使用しているのがトレーディングビューというチャートなんですが、使いやすいチャートツールですので、まだご利用でない方は一度試してみてください。無料で利用ができます。概要欄に URL を貼っておきます。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析、そして週末の限定動画で FX スキルを一緒に向上させていきましょう。毎朝の分析だけでもかなりの情報量の知識が入ってきますので、なかなか勉強する時間がないという方は、視聴していただくだけでも確実に成長できるような内容となっております。FX を基礎から学びたい、もしくは学び直したいという方はぜひご利用ください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。